いやー、明けたね。新年。中にはそんなにめでたくねえっていう方がいらっしゃるかもしれないので、いろんな方に配慮して開けてみました。はい。気を取り直して、今回はですね、新しい年を迎えたということで、今年以降の新しい高級時計のトレンドを大予測していきたいと思います。実は去年の一発目も同じようなテーマの動画を出していまして、まだ見てないよって方はぜひそちらもチェックしていただければ、この1年で私の考えがどう変わっていったのかを比較してもらえて面白いんじゃないかと思いますので、ぜひご覧ください。宣伝ですはい。で、それはいいとして、まず一番最初に高らかに宣言しておきたいことがあります。私はここで全く新しいトレンド予想を発表するということなんですよね。いやー、だいぶ大きく出ちゃいましたねちょっとこれは大げさすぎたので、新しい腕時計のトレンドワードを作りましたにお詫びして訂正します。ということなので、ぜひ最後までお見逃しなく。それでですね、今後のトレンドの話をする前に、皆さんが気になっているところの話をしていこうと思います。それがですね、ラグスポはってことだと思います。ここ10年くらいでしょうか、腕時計界を席巻したラグスポですけど、どうなのかってことです。私の感想としては、ここ数年の新作を見る限り、とりあえず一周はしたのかなと思ってます。というのも、ジェンタのインジュニアが復活して、ロコモティブが復活して、それからヨルグイゼックの222も復活して、ラグスポ黎明期の傑作が大体出揃ったのかなと。さらにロイヤルオークもノーチラスもベーシックなやつがモデルチェンジをしていますし、ここからさらに話題をさらうような起爆剤的なモデルってもうないのかなって思いますね。じゃあラグスポブームも終わりかというと、終わりっていうわけではなくて、今後は定番化していくだろうと思います。なんか偉そうに言ってますけど、もう定番化している感じですけどね。私としてはラグスポは結構好きですし、高級時計の1本目としてラグスポ系の時計は使いやすいので、この一連のブームのおかげでいい選択肢が増えたのはユーザーにとって良かったんじゃないかなと思っています。ってことで、ラグスポも一段落するだろうと、そんな具合なんですが、じゃあその次は何が来るのかっていう話をしていきたいと思います。それでまず次のブームに関して触れていきたいのがクワイエットラグジュアリー。最近結構時計雑誌でこの単語を見るようになりまして、特にクロノスの11月号では大々的に特集をやってましたよね。一応簡単にクワイエットラグジュアリーとは何ぞやっていう話をしておきますと、写真映えを意識するようになった影響でブランドロゴとかを前面に出すような派手で目立つファッションが流行りましたけど、クワイエットラグジュアリーはその逆で、落ち着いた色で上質な素材を使ったアイテムを上品に着こなすみたいなことですね。時計で言うとよく言われているのがパルミジャーニフルリエですかね。シンプルなデザインでブランドロゴもかなり控えめですよね。それでありながら仕上げを含めて非常に上質で上品な時計になっています。まさにクワイエットラグジュアリーを体現しているかのような佇まいですね。メディアを見る限りですけど、パルミジャーニフルリエがクワイエットラグジュアリーの旗振り役的な立ち位置というのか、代表的なモデルになっている感じがあるので、もしクワイエットラグジュアリーが来るとすれば、今後さらにパルミジャーニフルリエが熱いんじゃないかと思っています。それでこれについて先に一つ言っておきたいんですが、冒頭で1年前に次のブームに関する動画を出したっていう話をしたじゃないですか。その中でクワイエットラグジュアリーが要素の一つとして来るんじゃないかと、熱いんじゃないかと、そんなこと言ってるんですよね。で、今年になって時計雑誌で見る機会も増えてきていると。メディアに先んじてこのチャンネルで取り上げてるんすよね。どやいやー、一応どやっときたかったのでやってみましたゴリゴリどやってしまってクワイエットラグジュアリーと真逆のことしてますね。はい。話を戻しまして、クワイエットラグジュアリー、これが来るのかと1年前の私はそう思っていました。しかしですね、私はこの1年の新作を見てきて考えを改めました。クワイエットラグジュアリー来ない。いやー、言っちゃいましたね。これも言い過ぎかもしれませんが、少なくともクワイエットラグジュアリーというのが腕時計のトレンドの前面に出ることにはなりにくいのではないかと思っています。
その理由っていうのが大きく2つあるんですが、まず1つ目がクワイエットラグジュアリーという曖昧模糊とした言葉。これファッションに関しては分かりやすいんですよ。ロゴドンっていうすごくイメージしやすいものがあって、それに対する反動ってことで非ロゴドンと言ってもいいかもしれませんが、そうするとどういうアイテムかっていうのが分かりやすい。対して時計におけるクワイエットラグジュアリーってどうかというと、イメージ湧かなくないですか？私が以前言っていたのがギラギラ感が少ないもの、小さくて主張が少ないもの、シンプルなものってことでしたけど、こういう単語を並べても特定のモデル群を想像しづらいですよね。さっきパルミジャーニフルリエを例に出しましたけど、それに続くモデルって今のところ思い当たらないですし、ましてや非ラグスポをイメージしたらそれはドレスウォッチという言葉がありますからね。わざわざ分かりづらいクワイエットラグジュアリーという単語を持ち出さなくてもいいんじゃないかってなりますね。ただですね、目立たない、ギラギラしていない、上品っていう方向性はすごくありだと思うし、私自身はむしろそういう時計が好きなので大歓迎なんですよ。しかしなんとなくしっくりこない。やっぱりそれはクワイエットラグジュアリーな時計という曖昧な言葉のせいだと思うんですよね。ということで、そもそも論になってしまいますが、クワイエットラグジュアリーって分かりづらいよねっていうのが理由の一つでした。そしてもう一つの理由、こっちの方が致命的だと思いますが、高級時計を買う人って結局どやりたい人が多いんじゃないかとなると、それはクワイエットラグジュアリーとは真逆だよねってことですね。高級時計の魅力の一つってステータス性じゃないですか。これに関しては是非はあるかと思いますが、結局そこはどうしても完全に否定することはできませんよね。程度の違いはあれど、どやりたくなるのが人の差がと言いますか。実際過去に流行った腕時計を思い返してみると、フランク・ミューラー、ウブロ、パネライ、ガガミラノ、ロイヤルオークにノーチラス、それからブームと言っていいか分かりませんがロレックス、ちらっと見てもデザインに特徴があったりして分かりやすいモデルばかりじゃないですか。歴史が物語っているんですよね。さらに付け加えると、クロノスのクワイエットラグジュアリーの特集ではオールドマネースタイルとかニューマネースタイルっていう言葉が出てきましたけど、ざっくり言うと昔ながらのお金持ちは上品なスタイルを好み、新興のお金持ちは派手なスタイルを好むみたいなことなんですが、果たしてニューマネースタイルの人、派手好きな人が急に上品な格好をするのかっていう疑問はありますよね。だからロゴドンとかラグスポの人気を牽引してきたそういう人たちがクワイエットラグジュアリーにはいかないんじゃないかと思っています。結局クワイエットラグジュアリーみたいな分かりづらいものってあんまりブームの中心にはならないんじゃないかというのが私の結論ですね。これが私の高級時計におけるクワイエットラグジュアリーの所感なんですけれども、かといって私は割と好きな分野なので絶対に来ないわとまでは言いたくはないですし、言えませんね。じゃあいろいろ言ってっけど一体何が来るんだよと思ってる方が多いと思うので、いよいよ私の大予想に行きたいと思います。まずですね、言いたいのはラグスポみたいな特定のモデルがブワッと流行るっていうのはあまりない気がしますね。突発的な一過性のものはあるかもしれませんが、このモデルが来るから買えみたいなことはよっぽどないと。さらに言うと、ラグスポが流行ったから次はドレスウォッチだっていうのも最近は違うかなと思っていて、結局振り返るとドレスウォッチがバチクソ来たってことほぼほぼないんですよね。ロレックスなんか見てもスポーツモデルの方が人気ですし、かといってスポーツ来るとも言えない。何を言ってるんだと思うかもしれませんが、傾向、私が言いたいのは傾向なんです。つまり私が思うブームとは特定のモデルが流行るとかドレス、スポーツだとかそういう個別のことではなくて、それらを包括するような傾向、逆説的にはなりますが大きな波、そういう波ではないとブームとは言えないのではないかと。あらゆる時計を包括する分かりやすい傾向。じゃあ発表しましょう。私の予想する高級時計トレンド、ズバリ小さくて薄い時計です。いやー、これはですね、ここまで引っ張っておいてかなり肩透かし感あるんじゃないかと思うんです。それかいみたいな。でもですよ、この傾向ここ数年で確実に来ているんですよ。一番わかりやすいのが去年の新作で言えばカルティエのミニシリーズ。タンク類カルティエとかいろいろなミニモデルが出たじゃないですか。これが私にとって相当インパクトあったんですよね。まずカルティエっていう超メジャーブランドがこのサイズの時計を出してきたという点、この影響力っていうのは相当大きいと思います。
完全に願望ですけど、ここからリシモングループの他のブランドにも波及していかないかななんて思っちゃってますね。別にここまで小さくなくていいんですけどね。そしてそれからこのサイズの時計を男性用としても提案しているということ。女性用じゃないんですよね、これ。特に最近はジェンダーレスの潮流が加速していますから、その影響もあると思います。で、小さい時計が増えるって男性女性ともにメリットがあると思っていて、男性にとっては特に細腕の方にはなんですけど、小径の時計が増えるっていうのがでかいですよね。一方で女性にとってはいわゆる女性用の時計ってダイヤがついていたりクォーツのものが多かったと思うんですけど、そういういかにも女性用っていうのじゃなくて本格的な機械式のちょうどいいサイズの時計が展開されるっていうのは、これはバチクソありがたいんですよね。というわけで、このカルティエのミニシリーズの登場というのは腕時計界におけるインパクトはかなり大きいと思っています。で、もちろんこの時計だけではなくて、さらに振り返ってみると、例えばショパールの LUC1860 というモデルは一昨年復刻しましたけど、これもサイズ的にはオリジナルと同じ 36.5mm でしたね。これも私はかなり注目したモデルですね。それからもう少し前に戻ると、ロレックスのエクスプローラー1は一度 39mm にモデルチェンジしましたが、2021年に 36mm のサイズに回帰していますしね。その後 40mm のモデルも出ましたけど、とにかくそういう風にここのところ小さいサイズのモデルがだんだんと増えてきているんですよ。これは来るぞと言わざるを得ないんですよね。それでただ時計が小さくなるっていうことを言いたいわけでもないんです。確かどなたかどこかで言っていたんですが、ラグスポブームによって薄くてかつ防水性能、対峙性能などが向上した機能的な時計が各ブランドで作られるようになったと。それによって例えばドレスウォッチもかつてのようなつけるのに気を使うみたいなものではなくなっていると。つまり小さくて薄くてもしっかり実用性が担保されているモデルを作れるようになっているんですよね。この技術的な部分でも小さくて薄い時計が来るという傾向を支持していると、そういうことなんです。というわけで、小さくて薄い時計来るぞと言いたいんですが、やっぱりこういうブームには名前が必要ってことで、冒頭にも言いましたが、新しいトレンドワードを独自に考えました。小さくて薄い時計ですからデカ厚の反対ですよね。ってことで命名します。新しいトレンドはチー薄です。いやー、安直な上になんか似たような漫画がありますけれども、ちいかわじゃなかった。チー薄来るんじゃないかと思います。チー薄流行れーはい。それでこれだけだとちょっと薄口評論家になってしまうので、それ以外に来そうかなっていうものを最後にちょこっとお話しします。これに関してはまずはラグスポを入り口にしたいんですが、ラグスポのメインどころロイヤルオークとかノーチラスなんですけど、1970年代に登場したモデルですよね。それ以外の代表的なもの、例えばインジュニアも222もオリジナルは70年代に登場しています。いわばラグスポの元祖は70年代の復刻モデルなんですよね。ラグスポブームを薄くてシンプルなスポーツウォッチのブームではなく、70年代の復刻ブームとして捉えると、復刻モデルが熱いのでは？いやー、しかしですね、復刻モデルなんてなんぼでもあるやんけ。今更復刻モデルがなんぼのもんじゃいって思いますよね。私もそう思います。問題はどんなモデルの復刻かというところなんですよね。ラグスポが70年代なので、次は80年代ですかね。いや、実は私が今注目しているのは90年代なんです。最近この辺の時代の時計が気になっていて、めちゃくちゃ見ちゃってるんですよね。例えばですけど、先ほど登場した LUC1860 も90年代の復刻なんですよね。いや、90年代ガチあるんじゃないかと。しかも最近90年代くらいの時計をネオヴィンテージって言って盛り上げようとしていますからね。あると思います。それともう一つ復刻ブームをしたい理由があってですね、今のラグスポ系の時計を見てもらえるとわかると思いますが、外装とか文字盤とか一昔前よりもクオリティがバチクソ上がってますよね。だから今の技術で当時のサイズ感で90年代の名作を復刻してもらえるとありがたいんですよね。
デカーツブームの発祥が98年頃なので、それより前のモデルだとさっきのチーウスとシナジーがあるのでいいと思うんですよね。まあこういった理由で90年代の復刻ブームを予想っていうか、どちらかというと希望しているって感じですかね。はい。ということで、私の腕時計トレンド大予想いかがだったでしょうか。結構願望を込み込みで予想したんですが、本当に当たってほしいなと思いましたね。あとこれ作ってて思ったんですが、去年の予想を振り返るって結構面白かったんですね。だからまた来年も同じように答え合わせしながらやっていきたいと思いましたね。ではそんなところで、みんなあったかくして寝ろよ。いやー、新年明けましたけれども、まあ新年最初の動画なので抱負なんか述べたいと思っているんですが、そうですね、この前の動画でも言ってましたけど、今年こそはそろそろ新しい時計買いたいですよね。そう思って実はいろいろ調べてはいるんですけど、その中で重大なことが一つ分かってしまったんですよね。それがですね、次の時計で上がれそうにないってことですね。いやー、調べれば調べるほど欲しい時計が増えていくと言いますか、候補がどんどん出てきちゃって困りますね。今まではシンプルなラウンド型のドレスウォッチが欲しいなーなんて思っていたんですが、いやー、しかしちょっとした機能がついたのもいいなーって思ったりして、冷静に考えてとても上がれる気がしないですね。まあそんな次第なので、近々次買う時計の検討動画なんて作ってみたいと思っています。とはいえ普通の検討動画ではなくて、一風変わったひねりのあるやつを考えているので、ぜひお楽しみに。それではこの辺でバイチャ。